はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月後半の全体運を星の説明とタロットリーディングでさせていただきます。お願いします。早速いきますね。はい。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。忍者の逆、ジャスティス、ペンタクルス4逆、デビル逆、ソード4ですね。エンペラー逆、ワンドのキング、はい、気をつけることや対策がカップクイーンとペンタクルスクイーンとオラクルは絶世です。おー、すごくいいですね。前回もなんかすごくいい流れが来てますねみたいに乗ってってくださいねって感じだったじゃないですか。で今回も引き続きやっぱりその強い運の中にいるからこそのちょっとした葛藤とかいろんなドラマはあるのかなとは思いますが、引き続きすごく強い運の中にいます。で星で見た時に11月の後半っていうのはやっぱり何かがね動き始めますねみたいな時なわけです。ですから他の星座でもいろいろ変化のある方多いんですけど、やっぱり水亀座さんはね自分自身が変わるんだっていうか、自分自身がもう脱皮するんだみたいな時じゃないですか、今年は。で今年の9月までも十分そのことを経験できたと思うんですね。新しい自分になっていろんなことを挑戦してみたとか、自分の力を信じてみたとかやってみたっていうこと、それが少し一時的に少しそこから離れていたかもしれませんが、またそれが戻ってくるというか、11月の20日以降ですね、やっぱりこの私で生きていくみたいな、そういう自分というものが確立するっていう感じがします。でこれは自分の頭や気持ちがいやまだ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 って準備できてませんってなったとしても、宇宙のタイミングとして今の水亀座さんにぴったりの変更や変化更新を用意してますからっていう形なので、どなた様も漏れることなくちゃんとこの波に乗っていけると思っておいてください。そしてもう一つ、11月の16日が満月です。でこの満月は牡牛座で起こる満月で、非常に豊かさとか物質的なものとか何か備えていくみたいなエネルギーすごく強いんですね。で水亀座さんはやっぱりこの満月の時っていうのはすごく深いところにある自分の守っていきたいものみたいなものを自覚するんじゃないかと思うんです。なんかこうカチッと何かが揃うみたいな感じがあって、例えば自分があれ今すごく仕事運もある時だし、外に目が向くのでこう外のことばっかりいろいろ気にしていたけど、やっぱり一番大事なのはこれだなみたいなことを自分の中で把握するとかね、それが家の中のことだったり自分自身の気持ちのことだったり、何かそれがこう整う感じがするんですよね。16日満月っていうのは基本的に揺さぶられやすいタイミングなんですけれども、揺さぶられるからこそもうやめたとか、やっぱりもういいんだ、何かにしがみつくのはやめたみたいな、そういったねキリのいい流れとして使えそうだなっていうふうに思いました。はい、そして、11月22日以降っていうのはまたいろんな人と関わっていくっていう感じが出ています。でそれまでは自分が自分の仕事や自分の環境っていうものをしっかり見てやっていくと。でちょっと先の話になりますけど、11月26日から12月16日っていうのは水星が逆行するんですね。でこの水星の逆行っていうのはちょっと交通手段が乱れたり誤解が生まれやすいっていうのがあるので、何かその未来に対しての計画に対して変更になったり見直しがあったり修正したりっていうことが起こりやすいんじゃないかと思います。そんなに気にすることではないんですけれども、22日までと22日以降っていうのが少しエネルギーが変わるよということと、その前にもう20日以降ですね、自分の強さを試すねっていうもうゾーンにもう入りきりますからっていうのが一番大きいです。そして、カードで見た時にすごく思慮深くご自身の人生を見ているなって感じがあります。要するに大きなリスクを背負わずに、あんまり無理しすぎずにやっていこうみたいな感じがあります。おそらくこれは去年とかもしくは今年の前半に大きく何かをチャレンジしたりしてちょっと疲れたとかいい経験になりましたみたいなことがあるからなのかもしれませんが、ただねやはりこの先ほど言ったみたいに11月16日の満月あたりっていうのは本当に大事なものが分かるみたいなものがあり、そのためには
何かを手放す覚悟ができましたみたいな感じがあるんですね。ここでもなくしたくないと思ってたけどもいいやって言って手放してる感じがあるんです。ここでもやっととらわれていたものから逃れられるみたいなこのものがあるんですね。これは恐怖とか何か防衛で自分が持っていたもの守っていたものっていうものをようやく手放せますよっていう感じなんです。なので中には例えばコンプレックスをずっと抱えていて自分が例えばですよ自分はお金を稼げないみたいなそういうコンプレックスがあったとしたらですね、でもそれをなんとか克服したくて一生懸命お金のことを追いかけてきたけれども、もういいやってお金を追いかけるのやめようみたいな、別にお金を稼ぐことだけが全てじゃないしみたいな感じでっていうふうに手放すことによって本当の自分の力が出てくるっていうことで、実はそのお金を稼げないというコンプレックスっていう想念を自分が保持していたということなんですよね。それをやっと手放せるんだって感じがあるので、一瞬こう手放した後のね少し休憩時間はありますよ。何でもそうですよね。手術と同じような感じでやはり手術をしたらしばらくはリハビリ期間休まなければいけない。でもちゃんと元に戻った時に前よりももっと元気な自分になっているっていうのと同じように、何かここで大きなね進歩がある気がします、この11月は。でもうすでに起こってるんじゃないでしょうか。現状のところでやっぱりデビルの逆が出ているので、何かをやっと手放そうとしている。で諦めようとしているみたいな感じもあります。でも諦めるのも一つの勇気だし、もしかしてしがみついていたものやこだわっていたものっていうものが完全に自分のエゴから来ているものかもしれないし、それが自分を本当は苦しめていたのかもしれないので、何かを手放すことによって本当にねエンペラーにキングっていうのね、すごい自分の力本来持ち合わせているもので勝負しますみたいな感じがすごい出てくるんです。だから途中ちょっともういいやって言ってちょっと休憩しようとかちょっと休もうってなっても全然いいです。ゆっくり休んでください。これはそれだけ大きな人生のこの節目のを今通過中っていう感じがありますね。そして先ほど言った11月22日以降ってちょっと人と関わる機会が増えると思うんですね。でその時に自分では十分じゃないと思ってるかもしれませんが、他の方からしたらいやいや十分ですお願いしますみたいなこともあるかもしれませんし、ここでクイーンということでクイーンが2枚出てるというのも非常に興味深くて、何か自分と似たような人たちや同じなんかグループとかそういう人たちと関わるきっかけが強いのか、またはこの時期そういったなんか女性と関わる機会が多いとか、とにかくねなんか人がいっぱい出てきてるんですね。でその人っていうのは子供とか部下とかっていうよりも同じ目線の人たちっていう感じなんです。自分と同じ立場の人や同じ趣味を持ってる人や同じぐらいの年齢の人とか、そういうな感覚の横のつながりが非常に強いです。でトータル的に言われているのが、この11月後半っていうのはものすごく整いますって言われてるんですね。整います。自分の体調かもしれないし、気持ちかも感情かもしれないし、状況、また経済的なこと、時間、いろんなこと全てに対してバランスが取れますっていうふうに言われています。ここでもバランス取れるっていうふうに言われてるんですね。なのでそのバランスを取れるそのヒントとして、一人で解決するのではなく、誰かと関わったり、いろんな専門的な感覚を持ってる人たちと関わってバランスを取っていくんだなって感じがしました。なのでこの時は似た者同士っていうわけじゃないんですよね。同じ立場だったりとか年齢なんですけども、それぞれが違う感性を持っていて、違う手法を持ってる、違う技術を持っている、そういう人たちとなんか関わることによって新しい見解が見える、そして自分が整うみたいな感じが非常にあります。ちょっと話戻るようですが、前回の動画で11月の4日からね火星が獅子座に入ることによって対人関係に切り込んでいけますねみたいな話をしたと思うんですけど、人に対しても契約に対しても自分が積極的に向き合っていけるっていう時期になるんですね。でこれは実は来年の6月まであるんです。11月から6月で約7ヶ月もあるんですけど、7ヶ月もかけて他者との関係性に恐れず関わっていくっていうテーマがあるんですね。で水亀座さんは今楽しみましょうとかね、自分の人生クリエイトしていいんだよみたいな時なので、自分が楽しむために
恐れなく人と関わっていくんです。恐れなく入っていくみたいな。どっちかっていうと、いや他人は他人でみたいな、私は私でっていう形で、あまりそつなく関わりたいっていう方が多いかもしれませんが、この時期ばかりはっていうかね、もう今この11月の20日以降は皆さんがもうバージョンアップしてる自分になってるわけですから、人とも恐れずに関わっていける。そして関わることによってもっと自分のバランスが取れる、何かを生み出していくみたいな、つながるって感じがしますね。これを踏まえた上で、お仕事のことを見させてください。ペンタクルス3、いいですね。女教皇、ワンドの6ということで、やっぱりペンタクルス3ってぴったりですね。なんだかこう、これはみんなが集まってこう話をしてる、相談してるみたいなカードですけれども、やはりみんなの知恵をね、私が思ったのはやっぱりこのカップのクイーンとペンタクルスクイーンとワンドのキングが一緒になって話してるみたいな感じがあるんですよね。いろんな立場の人が。でそれがすごく有益だと。すごくいろんなものをお互いに感化し合って引き出し合って、とても新鮮なものを作っていける。そしてとても神秘的なものっていうのかな、何か本当にメッセージとしてヒントをもらえるよみたいな感じがあって、仕事としてはめちゃくちゃいいんです。なので自分なりにその自分の進めていく仕事としてやっていくやり方を見つけるのか、これをみんなにこういうふうに広めたらいいんだみたいな、そういうなんか自分が受け取ってるものと自分が差し出すものっていうものがはっきりと分かるとか、それがうまくバランスが取れたりして、非常に見解が明るいですね。仕事に対しての見解が、やることがどうすればうまくいくかっていうの分かってるし、なんかもうその状況や方法もちゃんと理解できてるから、あとはやるだけみたいな感じがすごいあります。ちょっと人間関係見てみますね。恋愛の動画はまた別で撮りますので、前回もたくさんコメントありがとうございました。一般的な人間関係で見ますね。ソードの2、戦車、太陽じゃないわ失礼しました、ラバーズでした。ちょっと太陽に見えちゃったんですけど、人間関係に関してはなんていうのかな、バランスを取ろうとしてるんですよね、ご自身の中では。でももう勢いがちょっとついちゃってるというか、勢いがもう来ちゃっていて、おそらくね11月の本当に20日過ぎたあたりから変わるんじゃないかなと思うんですが、それまでっていうのはもうあまり出しゃばらないでおこうとか、自分はもう今ちょっと痛手を癒してるとこなんでとか、ちょっと今休みたいんでみたいな感じでちょっと休みたいんですけど、どっちかというともう剥がしていってるところですよね、自分のコンプレックスとか何かを。だから他者と関わる余裕とかないわけです。だけどそれ過ぎたらどんどん入ってくるんですよね。整理なくしたスペースを空けたところにどんどん入ってくるみたいな感じがあって、断捨離してるみたいな感じですよね。なので人がどんどん来る感じです。しかも新しい人なので、もし出会いを求めてますという方はぜひ求めていってください。求めてますっていうふうに言うことでもどんどん入ってくるし、それに対して自分も積極的にじゃあ行きましょうみたいな、積極的に動いていける。で今この人と関わることによってものすごく良くなるよって言われてるわけですから、プライベートでも仕事でも人間関係は豊かですね。そしてとても強いんです。2枚も大アルカナが出ているので、ご自身が前半だけ少しねちょっと調子整えようとして無理しないでおこうって思ってるけど、後半は自分の良さがもう前面に出る感じがします。水亀座さんの良さが前面に出て、そこに引きつけられていく人がいる。そしてうまくいくみたいな感じです。いいじゃないですか。何を手放すかがポイントですね。自分の中で恐れなく手放してほしい。もうこれを手放しますみたいなのがよかったらコメントで書いていただければ嬉しいです。やっぱり有言すると有言実行になりやすいじゃないですか。なので宣言していただくと手放しやすいかもしれないですね。そして最後もう一枚引いてみましょう。オラクルカード。水亀座さんはリラクゼーションというカードが出ました。このカードを見てやっぱりそうだなともし思ったら、ぜひその感覚を受け取ってみてくださいね。なんかやっぱりピースフルな
幸せの時間があるよっていうことなんで、リラックスしてその時間を体験してほしいなと思います。やっぱりちょっとこう何かを手放した後ってちょっと止まってるっていうか、ゆっくりしてるんですね。で少しそこに自分の中にはなくしたって感じがあるかもしれませんが、全然そこにもっと幸せなものが入ってくるって感じがあるので、ゆったり待ってくださいみたいな、たっぷり寝てください、家宝は寝て待てみたいな感じかもしれませんね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。またすぐ次の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。